皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画も食糧危機に関係する内容となります。前回の動画では戦争や自然災害によって引き起こされる食糧危機ではなく、そもそも人為的に食糧危機を引き起こしていると思われる勢力のことについて話をしました。その存在は旧約聖書の創世記という一番古い書物に記述があり、今現在に至ってもその血統は脈々と受け継がれていると考えられます。それを巷では都市伝説とか陰謀論などと呼んでいるようですが、世界情勢をウォッチしているインテリジェンスが高い人たちには周知の事実となっているようです。今回はその勢力によって引き起こされる食糧危機の中で、すでに仕込み済みである穀物メジャーとその関連セクターの情報をシェアしていこうと思います。すでに仕込み済みといったのは、潤沢な資金を使って日本だけでなく世界中の国々にグローバル化がすっかり定着してしまったからです。それでも私たちには真実を知ることによって庶民しかできない対策というものも存在しています。持続可能な生き延び方という観点で参考になればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。また YouTube では配信できませんが、皆さんの身を守るために重要な情報はメディアブルで配信しておりますので、そちらもご覧いただければと思います。さて、私はろくでもない輩たちの存在をあまり意識したことがない頃は、グローバル化が進んでいるということについてほとんど問題意識はなかったのですが、一旦そのからくりと被害に遭った国々の情報に触れることによって身の毛がよだつ思いがしています。すっかりおなじみになったグローバル化とかグローバリストという単語について皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。グローバリストたちが目指すグローバリゼーションとは、地球規模で資本や情報、人などが交流や移動を行う現象を指しており、人、物、金の流動性が高まり、国境のない世界を意味します。つまり世界政府の樹立を目指しているということが言えますし、世界支配を完了すべく気の遠くなるような年月をかけて工作活動をしてきているようです。グローバリストたちというのは国際金融資本家であるわけで、彼らが作る合法的な法人がグローバル企業と考えて良いと思います。今回の動画では食糧危機というキーワードでグローバル企業を語るわけですが、彼らは潤沢な資金によって世界中の食を支配することを実現してしまったという言い方ができると思います。例えば穀物メジャーと言われるものが存在しています。穀物メジャーとは、1、米国や欧州に本社を置く企業が上位に位置する。2、世界の穀物取引の約8割を占める。3、穀物価格高騰により世界で食料不足や飢餓が拡大するという矛盾が起こっていることに対して批判の声が大きくなっている。4、遺伝子組み換え種子を開発し所有している企業も存在する。という特徴を持っており、具体的な企業名を挙げると、カーギル、アメリカ、コンチネンタルグレイン、アメリカ、ルイ・ドレフュス、フランス、ブンゲ、オランダ、アンドレ・ガーナック、スイス、ADM、アメリカなどです。そして、これらの企業は穀物取引を牛耳っているわけで、他に種苗業界を牛耳っている企業はご覧の通りです。その中で、バイエルは2018年6月に悪名高いモンサントを買収して、さらなるパワーアップをしています。モンサントのことはご存知の方も多いかと思いますが、1901年にアメリカで設立された多国籍企業で、バイオ化学メーカーとして有名な除草剤ラウンドアップや遺伝子組み換え作物の開発企業として知られています。1960年代に開発された除草剤のラウンドアップは、この除草剤に耐性を持った遺伝子組み換え品種を開発し、莫大な利益を叩き出していました。買収前の2017年の売上実績はご覧の通りですが、とんでもない市場を独占していたことがわかります。私が考える問題点は、これらのグローバル企業というのはそのほとんどがアシュケナージユダヤ人をはじめとしたろくでもない輩たちの企業であるということです。彼らが意図している、していないにかかわらずその供給システムに支障が出たらどうなるのでしょうか。もしくはバイオテクノロジーによって市場投入された穀物や農薬、種苗の安全性が担保されていないわけで、もし健康被害が出始めた時にはどうなるのでしょうか。これらの懸念事項は本当に深刻だと思います。ちなみにバイエルに買収されたモンサントのラウンドアップの主成分であるグリホサートは、2015年に WHO の国際がん研究機関 IARC によっておそらく発がん性があると分類されて以来、
多くの訴訟が提起されています。その数はなんと12万5000件も発生しており、その内容は健康被害についてです。例えば2020年6月、バイエルはラウンドアップの影響でがんになったと訴えられた訴訟で、109億ドル、約1兆1600億円を支払うことで和解したと発表しました。反対に2024年8月15日、アメリカ・フィラデルフィアの連邦裁判所は、ラウンドアップががんを引き起こしたという原告の訴えを退ける判決を下しました。このような背景からラウンドアップの使用を禁止している国もあります。そのリストはご覧の通りですが、フランスは2019年にラウンドアップの販売が禁止され、2021年までに農業分野でも使用を全面禁止する方針が示されています。これはグリホサートが発がん性物質として認識されているためです。オーストリアはグリホサートの使用を全面禁止する法案が可決されました。これは発がん性の証拠が増えていることから国民の健康を守るための措置です。デンマークは2003年にラウンドアップの散布を禁止しました。これはグリホサートが土壌を通じて地下水を汚染することが明らかになったためです。スリランカは2014年にラウンドアップの販売を禁止し、2015年にはグリホサートの輸入も禁止しました。農薬使用による健康被害が懸念されたためです。ベトナムはグリホサートの使用を禁止し、新規登録も中止しました。これは人間や環境への影響を精査した結果です。日本ではホームセンターで売られていることはよく知られており、一部では海外で禁止されているラウンドアップが日本では売られているという言い方を聞きますが、実は使用を許可している国の方が圧倒的に多く、ご覧の通り150カ国以上も存在しています。だからといって安全なんだという理屈にはならないのですが、政治的判断が入っているのか事実は分かりません。農業の生産性を上げるためには必要悪という判断をしたのかもしれません。このようなグローバル企業が提供する製品によって大きなダメージを受けた国があります。それがインドです。インドでは綿花栽培が盛んに行われていますが、その綿花農場の面積は世界最大にもかかわらず、綿の収穫量はアメリカ、中国に次いで世界第3位でした。収穫高が低いのは害虫と干ばつが原因となっています。そんな中、モンサントが2002年にインドで非常に魅力的な広告を打ち出しました。その内容とは、モンサントが遺伝子操作した種子を使えば収穫量は今の5倍になるというのです。値段は高いが十分元が取れるという触れ込みだったそうです。ところがここから悲劇が始まります。実際に栽培してみると、モンサントが豪語していた収穫量には全然及ばず、それだけではなく綿の質も非常に悪いことが判明したのです。それでも綿花農家は試行錯誤を繰り返しますが、事態は改善されないどころか、雑草を駆除するラウンドアップに耐性を持ったスーパー雑草まで生み出してしまったのです。このような状態にインドの数千、数万もの農家が失望することになります。その多くは借金がますますかさみ続けることになりますが、状況は改善されるどころか悪化の一途をたどることになり、多くの農民たちはラウンドアップを飲んで自ら命を絶つという悲劇をもたらしました。その数は30分に1人の割合で発生していたといいます。この自ら命を絶つという不幸な出来事については、モンサントが原因ではないという統計も示されていますので何とも言えませんが、モンサントの種子と除草剤を使った綿花栽培で言っていた通りの収穫量が実現されず、多くの農家が借金地獄に陥ったということは事実です。これはモンサントが意図的に行った謀略である確率は低いと思いますが、人類が科学を盲信した結果はモンスター雑草を生み出すことになりましたし、このことは病院にはびこる院内感染 MRSA と同じパターンのような気がします。 MRSA とは菌を殺すのに抗生物質を使い、そこから耐性を持った菌が現れることで、さらなる強力な抗生物質を施すも再び耐性を持った菌が現れるということを繰り返した結果、まさにモンスター菌が生まれてしまったというわけです。このことは人間が自然を支配できるという思い上がりから起きたしっぺ返しなのかもしれません。今現在の日本の農業事情というのは本当に深刻になっており、食料自給率は下がる一方になっています。このチャンネルでも何度か日本の食料安全保障の脆弱さをテーマにして動画を作ってきましたが、唯一自給できていたと言われている米作も最近では赤字農家が離農を始めたりしているので、今後は深刻な状況になると思います。ちなみに米以外の農作物についてはどのようになっているのでしょうか。2022年の農林水産省のデータによりますと、ご覧の通り中国依存がかなり高くなっていることに驚くと思います。
そして今中国国内では例年になく洪水被害や干ばつ被害が過去最悪になっており、 SNS 情報によると食糧危機に陥るのではないかと言われるくらいひどいもので、すでに餓死者が出てるとか出ていないとかの状況になっているそうです。そんな状況で今後日本に輸出するだけの余裕があるのか分かりません。そもそも中国の土壌と水質は壊滅的に汚染されていることは有名なのですが、そんな環境で作られた野菜は大丈夫なのでしょうか。もっと言えば中国は明らかに反日国であることも懸念事項の一つになると思います。というのは政治的な判断で輸出を控えることも起きないとは言えません。実際にオーストラリアに対してはワインやロブスターなどの輸入規制をかけて嫌がらせをしていました。さらに懸念事項はあって、中国以外で言えばアメリカが輸入先として重要な国になっていますが、アメリカという国はろくでもない輩たちが裏で操っている国でもありますし、先の大戦の時に非武装の日本国民に対して原子爆弾の投下実験をしたという事実が判明しています。そんな非人道的なことをすることができたのは戦時下だったからではなく、彼らの血液の中に綿々と流れるタルムードの教えがあるからだと思います。私たちは今現在必要なら24時間いつでも食料を手に入れることができる環境が当たり前になっていますが、日本はグローバル化の波にがっつり飲み込まれている状態であるという認識を持つことが必要で、謀略を目論み計画を温めてきている輩たちによっていつでも食料を兵器化することができる状態になっています。ということは私たち日本人にはなすすべなしということなのでしょうか。グローバル化の波を押し返すことは難しいと思いますが、避けて身を守ることはできるかもしれません。そのことについて非常に参考になる国があって、その国は日本の主要メディアでは全く触れませんが、反グローバリズムを貫いています。それはロシアです。ロシアではダーチャと呼ばれる文化が根付いています。ダーチャとはロシアや旧ソ連圏で一般的な菜園付きのセカンドハウスを指しているのですが、ソ連崩壊後には多くの国民から餓死者が出た歴史があり、2500万人以上の犠牲者を出した壮絶な戦争を経験したという教訓もあってか、週末には郊外のダーチャで家庭菜園を行い、自分の食料は自分で作るというライフスタイルを重要視しているそうです。そしてロシアのテレビ局では普通にろくでもない輩たちの話題が語られており、日本のメディアのように国民を真実から遠ざけることはしていません。ロシアの一定数の国民はろくでもない輩たちが支配するグローバル企業や国際金融資本家たちが何を企み、何をしてきたか、そして今現在も何をしているのか知っています。それもロシアの壮絶な歴史を知ることで納得することになりますが、あの有名なロシア革命というのは1917年に起きたあのろくでもない輩たちによって誘発された革命であり、それを機にロシアは暗黒の時代を迎えることになりました。これらの過程を全て知っているプーチン大統領は、今ウクライナとの戦争では表向きの作戦と、ウクライナや NATO 軍の裏に潜むろくでもない輩たちとの戦いを行っているというのが真相だと思います。反グローバリズムを貫き、祖国や家庭を守るためには、穀物メジャーや関連セクターの企業の罠にかからず、固定種や在来種を使った家庭菜園を小規模ながら始めることが必要になってくると思います。日本の伝統的農法で化学肥料に頼らない方法もあると聞きます。そういったことを模索する必要があると思います。いかがだったでしょうか。今回は三大戦争と言われる核戦争、サイバー戦争、食料戦争のうち食料についての危機的状況をお伝えしました。日本人にとってろくでもない輩たちというのは過去の歴史から判断しても油断ならぬ相手であることは間違いありませんが、売国度といっても差し支えないような政治家たちによって日本は食料安全保障だけを見ても致命的に脆弱な状態に陥っており、今更どうしようもないというほど工作は深く浸透していると状態になってしまいました。しかしろくでもない輩たちと戦っているロシアにおいて、グローバル企業の罠にかからず食料自給率を向上させてきています。それはダーチャと言われる民間人による食料自給率を上げる取り組みが功を奏していると言えるのではないでしょうか。またインドの綿花栽培農家のようにグローバル企業の支配体制に翻弄され、人生を狂わされてしまった過去からも大いに学ぶべきではないかと思います。グローバル企業を支配する者は言ってみればろくでもない輩たちの操り人形であり、富と名誉を与えられ従順にその企業の支配体制を作ることに勤しんでいます。しかし裏で糸を操るろくでもない輩たちはグローバル化によって手に入れた食料支配をいつでも武器化することができる状態になっているというところが恐ろしい話になります。
2020年以降さらに懸念事項は増え、あの液体入りトマトの登場があったりと何でもありの状況になってきました。これらの情報を知っている人とそうでない人との差は結構大きな差になってくると思います。ぜひ今回の情報を参考にしていただき、これから高い確率で起きそうな有事に対してマインド設定と備蓄品を準備万端整えるようにしてください。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。